次にですね、ジグヘッドの解説をしたいと思います。さっき言いましたように、ジグヘッドがあって、ラインがあって、ロッドがある。この3つの接点のその最後の一つですね。このジグヘッドなんですけれども、ジグヘッドというのはですね、こういう鉛がついた針なんですね。で、34のジグヘッドというのは全てここが開いてます。これゲイブと言います。ちょっとホワイトボードで書きますとですね、針がこういうふうになってます。で、ここの部分ですね。この部分をゲイブと言います。そしてこっちからこの間ですね。この間をシャンクというふうに言います。ゲイブにシャンクです。こういうふうな形で針の名称というのが決まっています。日本語で言いますとこれ懐と言います。これが針軸です。これ線頭と言います。で、これが愛と言われるものですね。要するに糸をくくるところです。これ愛と言います。こういうふうな形で分かれているわけですね。で、ここのゲーブがですね、普通の針というのは全てこういうふうになっています。閉じてるわけですね。開いてないんです。で、私どもの針は全部開いてるんです。この開いてる意味がありましてですね、アジの当たりを分析したところですね、アジの当たりというのはアジが吸い込んでですね、吸い込んで吐き出すまでのこの吸い込んだ瞬間の当たりだというふうに昔は言われてたわけですね。ところがですね、アジが吸い込んで吐き出すまで 0.2 秒ぐらいで吐き出すわけです。0.2 秒ぐらいで吐き出しますとですね、とてもじゃないけど人間反応できないんですね。イチローさんでさえ 0.3 秒の反応速度だったと言われるわけですが、あの人よりも反応速度の速い人とはそうそういないと思いますので、 0.2 秒で吐き出すアジというものに対して絶対反応できないんです。とすると吸い込んだ時の当たりではないわけですね。何回もずっと観察をしてますとですね、喉の奥まで入れてしまうやつがおるんです。お腹の中までワームを入れてしまうやつがおるわけです。で、それを吐き出そうとするんですけど、一旦飲み込んだものですから吐き出すまでに結構時間かかるわけですね。アジももうずっとそれをやってるんですけれども、それだと大体3秒ぐらいかけて吐き出すわけですね。で、3秒かかりますとですね、やっぱり我々としても間に合うわけですね。10メートルぐらい沖の10メートルぐらいボトム、要するに深いところでそれがやってたとしても、それが全部竿に伝わってくるわけですね。で、そしてこうやって竿を立てて合わせる、その行為も間に合うわけです。ですからアジの当たりというのはほとんどこれなんです。これなんです。こうやって吸い込んだり吐き出したりするのも、僕らはよくマメアジなんかが水面にいっぱいいるんですね。で、そこのところでこうやってワームを落としてやるとついばんでるんです、ずーっと。でもそれが竿を伝わってこないんです。わからないんです。ですから水の中でそれをおそらく何十回何百回とやってるとは思うんですけれども、それは当たりとして出てないんですね。でも飲み込んで吐き出せないって、こうやって首振って慌てて吐き出そうとするんですけども、エラ開いて、その状況だとやっぱり伝わってくるわけです。ですからこういう針だと吸い込むのはすごく吸い込みやすいんですけども、ものすごく吐き出しやすいんですね。スムーズに吐き出せるんです。でもここが開いてることによってどっかに引っかかりよるんです。どっかに針先が引っかかるんです。で、引っかかってくれれば吐き出せないわけですから、当たりとなって伝わってくるわけです。ですから僕が最初に考えたのは、こういうふうにして針先を開くことなんです。この針先を開くことによって、それが分かりやすくなる、当たりが増えるんじゃなかろうかということで、このダイヤモンドヘッドというのを考えたわけですね。で、確かにこれにすることによってすごい当たりが増えたんです。で、当たりが増えて、当たりの数が増えたもんですから、当然釣れる数も増えてくるわけですね。で、そうやってたんですけれども、これだけではどうしても賄いきれないアジというものが出てきてしまったんですね。だんだん昔はベイトパターンといいまして、小魚が餌入ったわけです。ですからものすごい勢いでこう吸い込んでくるとやってたわけですけれども、今プランクトンが餌になってきますと、吸い込む力もすごく弱くなってきたわけですね。で、それでですね、針がこれだけでは対応できないなというところで、このストリームヘッドという針を作ったわけです。もう本当にこういう針なんですね。で、このストリームヘッドという針も同じようにして、このゲーブの部分が広がってるわけです。でもこれの特徴はこのシャンクですね。この部分が曲がってるんです。で、古来から日本の播州といいまして、兵庫県のところがあるんです。ここで針を作ってるんですけども、播州の方でこういうふうにして針の軸が曲がった針というのがないんです。
ないんです。ですけどこの針を作った時にはすごい言われたんです。こんな針は絶対釣れないと。でも我々は自分で曲げてテストをずっと繰り返してたんで絶対釣れることを分かってたんです。でそんなことを言われるもんですから意地になってこれを作ってやりました。おかげさまで今非常によく釣れてます。でこの針はですね、一見こっち側のダイヤモンドヘッドに比べたら小さく見えるんですね。これ確かにシャンクは短いんです。で小さいんです。でもゲーブ幅は一緒なんです。同じにしてやるんです。これはシャンクを曲げることによってそれが可能になったんですけれども、ゲーブ幅というのも一緒なんです。もうちょっと分かりにくいかな。こうやって重ねていただくと分かるんですけれども、ゲーブ幅が一緒なんです。これ2本重なってるんですね。一緒なんです。ですから同じようにここの幅が広いので当たりの出方は全く一緒なんです。しかも小さいので吸い込みやすいんです。ですから非常に活性の低い時のアジなんかでもこれで吸い込んでくれるということで非常にいい針ができたわけですね。でこういうふうな針、要するに当たりのメカニズムから針の形状というものが決まってきてるわけです。でそれを使っていただくことによってお客様たちもこう当たりが分かるということなんですね。でジグヘッドをこういうふうにちょっと考えていただくと針の形状がだんだん小さくなればなるほどアジの活性が低い時に使っていただければいいということになります。でもうそう言ってる時にですね、なかなか小さいアジを釣りたいという、やっぱり小さいアジもなかなか釣れないというところになってきて、今度はもうその15センチぐらいのアジを釣るために作ったのがこのザ・豆なんですね。このザ・豆もこうやってゲーブは開いてるわけですね。ちょっと形が変わってますけれども、これは小さなアジを釣るために作ったものではあるんですけれども、実はストリームヘッドでも当たりが出ないようなアジがいるわけです。吸い込みが悪くて。でもこれだったら当たりが出るんです。ですから今僕が使ってる針というのはストリームヘッドで釣れなければこのザ・豆に変えてるんです。でこれをすることによってストリームヘッドで釣れなかったアジが釣れるというようにスーパーサブ的にこれをよく使うんですね。特に都会のアジングですね、東京湾であったり、博多湾でもそうですね、こういうところのアジングというのはこういう針が非常に有効になってきます。ですからその針を使って今アジングをすることが多くなってきています。そしてここからまだ進んでいったんですけれども、こういうふうにしてこのゼログラというのを作ったんですね。でゼログラヘッドって何だというとよく質問されるんですね。でよく質問されるので今もここで一気に解説をしておきます。この針はですね、ジグヘッドの中にですね、要するに普通ジグヘッドの針というのは重りがついてるわけです。重りがついて、こういうふうになってるわけですね。でこれが例えば 0.5g だとするならば、ここに 0.2g の樹脂をかぶせてあるんです。プラス 0.2g です。プラス 0.2g の樹脂がついてるわけですね。0.2g。そうするとこれ自体は 0.7g になるわけです。これが 0.7g ですね。で 0.7g なんですけども、実際樹脂はこれ浮力0です。ですからこの 0.5g の浮力0というか、プラスマイナスでもないしプラスでもない、要するに何も重さが関係ないというふうに考えてください。どちらかというと若干浮力があるんですね。そうすると 0.5g の 0.7g なんだけども 0.5g の沈下スピードしかないということになるんです。これがこの針なんです。すなわちどういうことかと言いますと、スローホールができるわけです。重たいの 0.7g の飛距離は出るんだけども 0.5g と同じぐらいしか使わないという針なんですね。とするとこういうふうにして投げてある程度まで沈んで、そこで糸を張ってやることによってこれは不思議なことに横に動くんです。水平に動いていきます。で水平に動くのをほっとくとだんだん糸がこっち寄ってくるんでこう沈んでいってしまうんですけども、その水平に動いてきたと同時にロッドをこういうふうに上げていってやるとゆっくりこっちに、いわゆる皆さんの苦手なレンジキープというのがめちゃくちゃやりやすい針なんです。ですからこうやってテンションをかけていただいてゆっくり巻いていただくと、これが引っ張ってくるんではなしに、これが来た分だけ巻き取っていただくようなイメージで巻いていただきますと非常にまっすぐきます。ですからレンジキープが非常にやりやすい針なんです。でこの針を使うことによってもう何もかも食わなかった時に釣れたりします。要するに非常にそのアジの状態に状況、あるいはそこの環境といいますか餌によって使い分けをしていただくように針を作っております。そしてまた今
そのアンダー10を釣りたいというご要望が出てきたものですから、そういうものしかいない地域も結構あるわけですね。ですからそういった地域で別にその乱獲をするつもりでやってるわけではないんですけれども、そういう地域で釣りを楽しんでいただくために小さいアジを釣るためにコマメちゃんという針も作っております。そうすることによって小さい10センチ以下のアジから50センチを超えるようなアジまで全て賄えるようなラインナップになっております。ですから34の針をジグヘッドを使っていただきますと、ほとんどの釣り場でほとんどの魚に対応できるようにしてありますので、どうぞ使ってみてくださいませ。針の形状、名称覚えとってください。そういうふうなことが分かればある程度まで目安ということができると思いますので、その使い分けをしていただくとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。